おはようございます。画家のギソです。第154回の鬼高評会のスピンオフ企画としまして、今日はペン画ということで、募集をいたしました。今日はペン画を高評会していこうと思います。2021年9月の24日に募集いたしました分を今、25日の夕方に録音しております。よろしくお願いします。75通のご応募がありました。ありがとうございました。そのうち、あと、プラス1。というのは、展覧会にですね、わざわざ鹿児島から来てくださった方がおられまして、その方がメールの送り方がわからないというので途中まで書いたんですけど、ということで、その作品もプラス1ということで76名のご応募がありました。でも素晴らしいよ。もう今回正直面白かったです。で、仙外というか落選というか仙外というのを決めるのはもの難しいな。僕もやはりですね、心がですね、ものすごくこうなんていうか、優しいというかですね、もう全員じゃあもう入選でいいんじゃないかなという気持ちでおりましたけども、ちょっとだけね、仙外という形で、落選者、仙外の方を決めさせていただきました。ちょっとだけですよ。で、75人、76名中、少しだけ40名、選外とさせていただきました。大変申し訳ございません。正直、すごく良かったんですけど、じゃあどこに選考基準を置いたのかとかって言われるとすごい困るんですけども、ちょっとクオリティがもう少しとか、ちょっとこれは、なんていうか、ペンとしてはいかがかとか、いろんな理由がございまして、で、なぜペン画ということにしたかというと、皆様にとって入りやすいというか、出しやすいかなっていうことと、もう本当にまだ初心者の方とかでも出せるから、それをまた仙外に持ってくるというね、ものすごい心優しい人間なんですけども、そういうこともありまして、あとはですね、ペンだけでも実は作品というのが作れますよということをお見せできるんじゃないかな。私がもちろん書いてもいいんですけども、皆様からご応募いただいた作品でそういうのが、やはり実際今回そういう感じのすごい力のある作品がありがとうございました。福岡からも今日退去して、今日9月25日展覧会を押し寄せてじゃないですね、来ていただいてありがとうございました。10人ぐらい来てくださった方とか、熊本からわざわざ来てくださった、鹿児島から来てくださったとかね、そういう方がいっぱいおられてですね、すごいやっぱり僕の視聴者というのは若い層が多くてですね、大体皆さん20代前半ぐらいからですね、20代後半ぐらい、プラス30から40歳、50歳ぐらいですかね。算数が苦手なので、大体もう目もちょっと悪いので、そういう方が来ていただきまして、何の話しとるんやっていう感じですけども、ペンを、で、作品にできるという、全然今脱線しまして、一応ここの場でお礼をさせていただきました。できるんやっていうのが皆様から送ってきてもらった中からあるんじゃないかということでありました。非常に面白いのがありましたので、ぜひですね、今回はちょっと仙外ということで、なぜかちょっと理由をなんとなく言い訳をさせてもらいながら、その次は入選編というのが、多分4、入賞編が12ということで、お届けしようと思います。3回に分けてお届けしようと思います。で、時間がないので、1枚ずつ早速行きましょう。1分半ずつぐらい多分行くと思います。まずすみません。こちらの作品でございます。ね、悪くないと思うんですよ。空と書いて、電柱を書いて、すごいシンプルに、書いて、夕方の空が綺麗な電柱とシルエットが、っていうことで、水彩を使って、電柱のとこをペンで書いていらっしゃるんでしょうけども、本当にペン画っていう感じで、後ほど出てきますけども、空までペンで書いていくぐらいの作品っていうのがありました。だから、あんまり僕、気をてらったことを狙っていない作品でも、今回は入賞という感じに、この間は2本ということで、かなりひねくれたものばかり選びやがって、根熟しようって思ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、こういった感じの作品はちょっと仙外にさせていただきました。狙いは悪くないんです。僕やったらもう本当青いところまで頑張ってペンで書いてみるかなとか、っていうところの心意気みたいなものもあってもよかったのかなとか、こちらの作品なんかね、悪くないんですよ。可愛らしい昭和のですね、感じを出されているということで、書かれている作品なんでしょうけども、昭和30年の我が家の風景、母と私ということで、亡き父が撮影して幼少のもんで、その写真、絵を仙外にする悪魔だ、鬼、クソっていう感じで皆さんも思われてるかもしれませんが、
せっかくやったら、ちょっとこう、例えばセピアの茶色のペンとかを買ってみるとか、少しそういうのものもあってもよかったのかなとかっていう、写真っぽさみたいな写真をちゃんと描いたということで、写真の周りのこう、なんていうか白い枠ぐらいまで描いてみるとかっていうことがあっても面白かったのかなっていう感じがします。惜しいなっていう感じはするんですよ。これなんかちょこっとこう頑張れば、そういうこうなんか、セピア感を出して、ペンでここまでできるんやっていうことまでできたら面白いかなとか、このパターンもいくつかありましたね。で、このパターンがあることが悪いことではなくて、その中でもやっぱりこういう公募展とかになってくると、一番こうなんかキラッと光ったもの、みたいなものが選ばれるということが多いです。これやったら本当に手で、ペンがもう描いて、そのペンのなんかシルエットを描いたり、この手の中の骨を描いたりとか、なんかこう、実際じゃないものと、それをペンでとか、ペンじゃないものもとかっていうことで、なんかこう、そういった作品もやっぱりいくつかありました。で、そのパターンの中でももちろん選ばせてもらったものもありますし、もう一歩これも頑張ってやられてみたら、面白くなるのになっていう感じがいたします。惜しいなというところ、悪いことではないです。これもやはりですね、題名、境目ということでですね、60分の私の動画を何度も見て、勉強したということであるんですね。だいぶ前ですね。僕の多分第7回って書いてあるってことは、まだ動画編集もできていないやつですよね。延々とこう多分何ですか、竹雄のクスの絵を描いて、クスを描いてる、そのまま撮ってそのまま流したというやつなんですけども、あとはこのパターンが結構あったんですよ。こちらの作品すみません。で、これもなんかすごくこう、面白いこう、あれなんですけども、要は、ちょっとしたスケッチになってしまう。私ちょっとこの動画が配信される少し前にスケッチの描き方みたいなのを3つのポイントがありますせ、みたいな動画を上げてるんですけど、あれっていうのは多分これのパターン多いやろなと思って、あれを上げたんですけども、スケッチになってしまうと、作品としてはちょっと弱いっていうところがあるんですね。これも少し読ませていただきます。長いですね、これもね。ペン画ということで、ペンの特性を生かした表現は何かということで、これ、ベンツのガソリン1号車と、担当の学生さんたちを現地でスケッチしたということで、自動車整備専門学校の学生さんが複製したベンツのガソリン1号車の旧車の展示会というところを書いたということです。ですって。サインペン、ボールペン、ペンテル、水彩、F05 のスケッチブック。ちょっとこう、スケッチに補彩みたいなのとか、こうペンのこう、勢いのある線とかっていうのは面白いんですけども、じゃあペン画というくくりになってきた時には、いかがなものかなっていう感じがして、スケッチに補彩的な感じで扱われているものっていうのは、申し訳ございません。私の本当にもう、優しい人間なんですけども、仙外ということにさせていただきました。嘘つかーという声が今しました。ありがとうございました。こちらの作品ですね。これも少しですね、ギリギリセーフペン画って初めてでどう描いていいかよくわかりませんということでね、今回皆様の作品をぜひ見られたら勉強になると思うんですね。で、私よく高評会とか鬼好評というのをやっていて150回ぐらいやってる中で責任を持ちましょうという言葉をよく言っていたと思うんですけど、実はこのペン画というのは一番責任という、これ太郎さんということは何ですか？太郎さんのには太陽の塔ですかね。初代の方ですすみません。宝塚でキャッキャされてますか？今日福岡の女子会の方々来られましたよ。20歳前半ぐらいか20代後半ぐらいの方ぐらいが、セダンタイプの車2台で来て、僕は車の中でちびっこが恐竜1が寝てたんですけど、わーっと降りてきて、わ、いっぱいなんか人来られたな、5ずつぐらい乗ってて、車に乗る、人数マックスぐらい乗って、わーっと降りてきた瞬間にですね、だいたい25、6歳ぐらい、プラス3から50ぐらいのなんかね、方おられたんですけども、こんな感じなのかなと思いながら。で、責任を取れとよく言うてるんですけど、一本の線をシャッと書いてしまうと、置いた場所っていうのは責任取れてるんですよ。でも、終わってる瞬間って意外と責任取れていない。で、そこまで責任が取れていると作品っていうのは完成していくんですけど、それができていないとラフスケッチになってしまうというところがあります。次の作品こちらです。
で、これなんかも、すごくよく書かれてます。これは本当にペンだけで書こうとして努力されていて、すごいいいです。惜しいなという感じがしました。で、やっぱりこのぐらいよりも、入賞ぐらいまで入ってくると、クオリティがすごいっていうことにわかります。で、これなんかも、本当にもっともっと時間かけて、どちらかというと、ペンの場合は時間をかけていくタイプの方が、どちらかというと、作品性は高くなるかなと思います。TMK ポスターに A4 カラーボールペンということで、水しぶきはポスカの白を使っていますと。いつも忙しい中、ありがとうございます。こちらのペン画は洗車ついでに水遊びをしている息子たちを描きましたということで、技術は未熟ですが、楽しさが伝わるといいと思います。楽しさは十分に伝わってまいりました。で、本当にそこのあたりのほんの少しのところっていうのが、もっともっとクオリティみたいなものが上がっていけば、良くなっていくと思います。おそらく今回、その入賞の方を見ていくと、ちょっと私惜しくも足らんかったなっていうのが気づいてもらえるんじゃないかなという気がします。これなんか奥の方とかまで、書かれていたりとかですね。人間の顔のところとか、肌のところにあんまり黒い色に近いような色を使わず、なんとか茶色とか赤とか、もしかして例えば筆色分割法的な方法で、茶色で肌だけ描いてあげるっていうんじゃなくて違う色とかを入れてみたりとかすると違って見えてくるとか、いろんな動画とかを活用しながら描けるんじゃないかなというふうに思います。あとは先ほどと同じような感じですね。こちらの作品ですね。要は実際に描いている手というのと、ペンとボールペンを描いてみてとかっていうことを書かれていてっていうことで。で、これも手以外のとこいいんですよ。手がね、手がこれ、例えば本当になんていうか、生きてこられたすごい長年の人生を積み重ねた手で、あっても一本一本のシワみたいなのが、シャッじゃなくて、こうか、ゴッホのスケッチとかっていうのぜひ皆さん見られたらいいと思いますよ。ゴッホの本当にペン画的なものとかっていうのもありますし、で、今回これをペン画っていう縛りにした一つのあれは、版画というものも参考にされてもいいのかなっていうふうに思います。銅版画っていうのがあります。で、銅版画の中にエッチングっていう方法とか、ドライポイント。ドライポイントっていうのは版に直刻法っていうんですけど、直接ギャッって。で、それをうまく活かして描いた人が池田益夫さんっていう人ですね。で、エッチングっていうのは、版をやって、その版のところに不織液というのが入っていて、彫りが深くなっていく。で、それがエッチングという方法なんですね。あとは、ビュランって呼ばれる、先端が角張ってるこういうものにグイーッと彫っていく。で、皆さん一番多分皆さんたくさん持ってらっしゃるお金、お札なんですね。お札なんかはそういうビュランっていうので直刻法で彫っていく、版を彫っていく。じゃあこの一本一本の線みたいなのを、例えばデューラーなんていう絵描きさんの版画、デューラーの版画なんていうのをぜひ見られてみてください。そういうものとかを見て、あれ実は一本一本彫ってるんですよ。描くよりもっと難しいですよね。っていうこととかを見てみられると、例えばこの手の部分なんていうのは少し荒いなっていうのがもったいないなという気がいたしますということで、同じペンを異なる形で描いたリアルキュビズムですということで、企画倒れでしょうか、それとも手がダメでしたね。自分で気づかれていましたね。っていう、あとはこちらの作品ですね。風景をある程度そのままペン的に描いていかれた作品というのも結構ありました。これなんかもすごくかさつかせながら、柔らかく描いていったんです。で、すごくだいぶ頑張って描かれていて、これ悪くないんですよ。で、本当に入賞の作品を見られると、多分、ここまでできるんだということに気づいていただけるんじゃないかな。82回で、鬼好評コメントいただいたものです。ということで、打足ですが、油絵で描いたものが、すごいじゃないですか。今年、ホキプラチナ大賞に入選しました。ね、ホキ美術館さんでやってるやつに入選して、私のこのペン画には、残念ながら線外ということで、YS みたいな表現ができたらと思いますが、おこがましいでしょうかということで、ぜひぜひ頑張られてみてください。YS なんていうのは下地の使い方みたいなのをうまく活かしながら描いていくんですけども、
でも、このペン画に関してはそういう下地というのじゃなくて、本当に全部の仕事が責任を持って、形にしていかなきゃいけないということで、なんかこう皆様のこう制作のヒントにもなり得るなと思って、例えば、私がこういう風に何かお題を挙げてペン画とかっていう風に出させていただいているのは、皆様にとって日頃やらないことをやることによって何か新しい発見をしてほしいわけですよ。よくあるのは、私はこれは得意、でも私はこれをやらない、みたいな考えの人っているでしょ。で、私自身がこの1年半ぐらい YouTube でやってきたっていうことは、それを私自身もなくして、もちろん学生に教える以上は、こんなこと先生やってみたいんですけど、いや、お前そんなんやめとけとか言うタイプじゃなく、やってみ。でも、教えれないよっていうのも僕は失礼やから、なるべくいろんなことをやろうとしてるというのが、私自身なんですね。ということですみません。で、次の作品こちらです。ね、ちょっとこうスケッチに補佐的に、この、なんて言うんですか、これは、足ペンっていうらしいですね。足ペン画に出会って5年余りです。ということで、近くの大きなユーカリの木を台風で倒れたということで、描かれたということです。これもやっぱりこう透明水彩に補彩的な線描が入っている。で、本当にこういうもう面白い線というものを活かして、描かれるんだったら、もしかして描かれる題材とかっていうのがもうちょっと違ってきても、ペン画というくくりで送られてくるならば、あってもいいのか。もうぜひこういう方は、池田益夫さんとかあたりの本当にこうとか、要は、版画というのは先ほど言ったように、こう、銅版画っていうのは、間接技法と直接技法っていうのがあって、こう、ね、お札みたいなの彫っていくのは直接技法っていうんですけど、直接版を彫っていく。で、間接技法っていうのを腐食液の中につけて、そのへこんでるところに腐食液が入っていくっていう方法なんですね。あんま細かいことで難しくなりますけど。で、一番簡単な方法としてあるのは、ドライポイントっていう方法なんですね。で、ドライポイントっていうのはもう銅に直接ギューって引いていく。で、その荒々しい線みたいなの、だから版自体は、こう、版の銅がぴょこぴょこっと盛り上がるんですね。引っかくわけですから、だからあんまり版としては擦れないですよ。5、6枚とかしか擦れない。するとそのプレスをかけていくと、このもこっと盛り上がってしまった部分がペコッとなってしまうので、だからあんまりこう擦れないということで、あんまり擦れないけども、その偶然的な線を活かして描いているとかっていうのがあるんですね。で、ちょっとその辺っていうのをこうペン画というくくりになってきた時に少し弱さがあるかなと思います。こちらの作品です。これはね、アイデア的に面白いですよ。肉球。いつも楽しい企画をありがとうございます。最終回で初めての人の最後にご指導いただいた。初めての人の回の最後に指導いただいたということで、勉強いろいろしていますということで、肉球が可愛かった肉球を描いてみましたということで、A4 の画用紙ペン、桜のピグマ 0.03、0.05、0.1 ミリを使われたということだそうです。とにかくこのあたりになってくると、やっぱり入選入賞の作品を見られたら、うわここまでやるんや、っていう風に多分思っていただけると思います。なんか着想点、着眼点みたいなの面白いですけど、この、入選入賞を特に最後の方に出してくるやつは100倍ぐらい仕事してます。びっくりしますよ。だから皆さんね、私もこんなんできへんわと思いながら、ケタケタ笑いながら見させてもらったんで、ぜひそういった作品も皆さん参考にされてみてください。で、そういうのができないっていうわけじゃないんですよ。局部的に皆さん見てるとできているんですよ、実は。できているのをどんどん広げていったり、これなんかでもそうです。局部的にはちゃんとできているので、多分それを広げていった時に、クオリティというのが上がってくると思います。これなんか上手ですよ。これ、仙外にするかっていうね、もううちのちびっこが見たら大喜びしそうな作品ですね。うちのちびっこ今一番これが大好きです。私が拾ってきたっていうか見つけて、今もいるんです。9月の下旬なんですけども。でも、やつに見せると大興奮するので、もう見せないで、そっと私が飼育しておりますが、めちゃくちゃお上手。すごいペンで、ここまでボールペンで、私もボールペンで描いた動画、いくつかあげましたよね。アインシュタインであるとか、フェルメールであるとか、モナリザであるとか。
で、すっごいお上手です。じゃあ、プラスここから作品性。だからこの辺っていうのは入選入賞で言うと入選にしようかなとは思ったりもしたんですが、じゃあ私もすごくこうね、心優しい人間なのでどこで線引きしようかということで、ズバンと切らしていただきました。すごくお上手ですけど、じゃあこれが作品として、何か成り立っているかというと、ちょっと弱い。ちょっと写生的な要素が強いのかなという気がいたします。すみません。ボールペン一本で描きました。今年捕獲したノコギリクワガタですということです。で、すごくお上手ですよ。私だと本当茶色いボールペンを用意するかなとか、違う色の用意、なんかクヌギの木の質感とか色を出すためにどうするかなとか、紙を少し凹まして書いてみようかなとか、いろんなことプラスアルファ試してみられてもいいかなというふうに思います。お上手です。こちらもそういうことですね。こちらもうちのちびみが大好きなあれですね。これなんかちょっと緑使ってますね。緑なんかね。で、これプラスアルファなんかね、これもうこのカエルの目の前になんかハエかなんかピコッとちっちゃくいて私たちが見たときわーとか見えたり、奥のところの白いところかなんかが本当にこうなんか水かなんかに青いペンかなんか使って書かれたりとか、なんかプラスアルファこれに写生的なものに、もちろん写生的なものも入選入賞してます。そういうクレームがあるんですね。結局こういうのも入れてるやんけみたいな、好みの問題じゃんか。やっぱクオリティの問題とかっていうのはあるんです。そこのとこの線引きっていうのはどうしてもせんといかないで、じゃあ同じような題材とか同じようなもので書いてた時にクオリティがどうかってなった時にクオリティが高い方を選んでいったり、発想がすごく面白い方を取っていったりっていうことは多分あると思います。で、これなんかもすごく丁寧によくペンで書かれているなというふうに思います。これなんかもね、これを、クソ生意気な小坊主は、中年の奈良県出身のおっさんはこれを線外に仕上がるかめちゃくちゃお上手ですね。でもこれ多分水彩画というくくりになるんじゃないかなっていう。ペンで何かやられたというよりは、水彩に、すごいディティールをペンで描いたみたいな感じになってしまうんじゃないかということで、悪魔鬼っていう声が聞こえてきました。ありがとうございます。誰がこれを選んだ、私が選んだんですが、非常にお上手で、丁寧に水彩の塗り方とかと、丁寧で、空の描き方なんか、すごいいいですよ。綺麗な水彩画ですね。ペン画、っていう風になってしまうかなということで、今回3回目ペン画ということで、細かく描けるのだと思って前回同様に横須賀のあれなんかありましたね。護衛艦イカズチを描いたということでございます。海は青と水色のボールペンを使用ということで、ぜひね、入選入賞の作品をそこまで持ち上げて、皆様の期待に添えなかったらね、私が選んだ、やつが添えなかったら本当申し訳ないんですけども、あとこれね、これをあなた線外にする。あなた鬼ねっていう感じでしょうか。皆様、本当に水彩画でしょうね、これだとね。すごく多分木のところなんかペンを使われて。だから日頃からそういう風にあんまり画材みたいなのは、その辺は選ばずに、でも今回は申し訳ございませんが、ペン画というくくりで考えたときに、これは水彩画、上手な水彩、綺麗な鬼講評とかをやっていたんですが、その時もう上手ですよ、夕日が沈んでいく、これは何ですか、雪の景色ですかなんて、ブリュッセルの郊外、元地主の大邸宅を改造した会議場、宿泊施設に滞在した時の早朝ということで、綺麗なね、水彩ですね、ということで、ごめんなさい、申し訳ございません。謝罪をさせていただきます。ということであるとか、あとこちらの作品ね、よく書かれてるわよ。この作品もね、目の中の自分まで書いて、要はね、この本当に現実と、ペンのあれを、ペン先を書いてるっていうのはこれで確か3枚目ぐらいでしょ。やっぱこのパターンっていうのは多分あるなっていうふうには思ったんですけども、じゃあ自分がそれを書いた人は、私ダメか。って思ってらっしゃるかもしれませんが、すごく柔らかい調子なんかもかさつかせながら書いていて、すごく達者な方でお上手やなっていう気がします。で、発想とかもそんな悪くないと思いますので、ちょっとペン先が当たる場所みたいなのがどこにするべきかとかっていうのとか、私だったら本当にギリギリちょっと浮かしてそこから落ちる影とかのところに緊張感も出すかなとか、何かプラスアルファのところがあってもよかったのかなという気がしますけども、すごくペンをうまく使われて描く、じゃあ入選にしろよって言われるかもしれませんが、だいたい半分ぐらい落とす、半分以上落とすというね、この鬼悪魔っていう風に皆様言われて、これでアンチが増えて、バットボタンがどんどん増えていくというパターンでございます。
油性ボールペンケント紙 5×6 センチ超小さい作品ですね。こんなぐらいの、ね、ペンを走らせる手が映った瞳を描くペンを描きましたと。ペンを使ってたくさんの人たちが科学や芸術と文明を発達させ、その恩恵を今受けています。ちょんということが書かれていてすみません。いつも絵画の基本からプロンテクトということで、それは必ず誰かの目に留まっているというタイトルだそうです。すみません。見られてるわ、怖い、すみません。申し訳ございません。こちらの作品です。唐津なんて書いてるのに落としやがって、この忖度がないのか、佐賀県を書いたんだぞと怒られそうですけど、はい。ね、マンホール。これなんかほんといろんな色のボールペン使われていいですよ、惜しいですよ。じゃあなんでお前は落選にしたんだ、この野郎っていう風に思われるかもしれませんけど、クオリティですね。もっともっと上げてくる人たちいますよ。で、着眼点とか着想すごく面白いですんで、先ほどの方に言いましたけど、本当に一手が、ここまでやるかっていうやつが出てきます。だから、なんかこう、絵画のバリエーションみたいなものとか、すごく身近なものとかを皆様がこう、絵にできるっていう、モチーフだけの問題じゃなくて、画材をできるということに気づいてもらえるいいきっかけになったんじゃないかなということを思います。いつも楽しい。すみません。ありがとうございます。2年ほど前に唐津に行きましたとね、唐津焼き巡りの、散策途中でマンホールの蓋を見て、素敵だな、美しい色だなと思って写真に収めた1枚。ね、これは惜しかったですね。あとは、本当にこう技術的なクオリティだと思います。本当にこう真ん中あたりのマンホールに比べると若干足が弱かったり、周りのレンガの部分が弱かったりするような気がするんで、私だったら意外とマンホールだけポンと書いてあげて、周りのところはもう何にもしないで、何かそれがもう、すごくシンボリックに見えてくるぐらいで、もっともっと真ん中にギューッと集中的に描くかなとか、人間の影をわーっと描いてあげるとか、なんかこうプラスアルファのところがもっともっと出てきたらもっと面白いと思います。すいません。でこちらの作品ですね。こういったクロッキー的な、やはり先ほどのこう水彩に補彩的な感じ、足ペンの方みたいな感じの方もやはり少し、おられて、これなんかも悪くないですよね。で、本当に池田正夫さんとかの作品とか見られたらいいと思うんですけども、プラスこれに後ろの人とかまで多分絵画教室かなんかでモデルさんが座っていて描いたのかなという感じがいたしますね。所沢の方ということで、メールが苦手な方の絵の代理ですみません。絵の代理ね、パステルを2枚好評いただいた70歳の女性だそうです。ということで、元帽子デザイナーのシルバーモデルさんだそうですよ。やっぱこの辺は難しいところですよね。本当にこう、私だったら帽子の部分にギューッと見せるために、じゃあ周りのところとかをどう描くかなとか、すごくこう、力強い線みたいなのをどこに入れるかなとかっていうことで、何かこう、プラスアルファの単にクロッキーみたいに見えないように、作品として成り立たせていくということをどうするかなということを考えられてみてもいいのかなという気がいたします。もうひどい男だ。こちらの作品もすみません。すごいですよ。この方、80代の方です。84歳の方、いつもありがとうございます。ね、ひどいですよね。全く忖度をしないというね、本当にこうスケッチ的な感じで、本当ね、これなんかやと、ちょっと色のついたボール、100円ショップ的なところに行くと何色か色のあるボールペンとかが売ってたりして、そういうのも使われてたら多分ポンと上に行っていて、ちょっとスケッチ的なので、ボールペンを使われているというのももちろん今回選んでるんですが、少しそういうこんな色を使っても描けるんだ、こんなもできるんだみたいなことができると、もっともっと面白くもなります。よく描かれてますね。本当にこれ、84歳の方を落とすという、このね、この男、絶対ね、もう本当にいつか何か悪いことが起こるんじゃないか。よく描かれてますね。すごい北海道のあれですかね。すごい素敵ですね。せっかくやったら紅葉のなんかしてる、葉っぱの部分だけでも少し色をつけてるとかね、赤い、ちょっと色が染まっているところだけ何かしかポン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 と染まっているとか、すみません。9月の下旬に半袖で、今扇風機とエアコンをつけながら録音している九州地方からお届けしております。木肌の模様のいろいろ想像してコツコツ描きましたと。やっぱ我が家のもみじの木だそうですよ。なんかちょっとそういうこう面白さみたいなのが画面に入ってくるともっと面白くなると思います。すごくいい仕事されてますよ。こちらの作品です。これなんかね、いいねと思ってですね、これはちょっと悩んだんですけども、いつか鬼好評、脱線気味なお話と的確な好評にはいつも納得させられました。前回日本際はということで、書いてあった用紙見ますね。画用紙 F45 厚口と、使用ペンがですね、鉛筆
FB2B6B、鉛筆かいということですみません。ここまでボールペンで書けているわけじゃなく、これは鉛筆だそうです。鉛筆をペン画というかというと、ここ難しいな。鉛筆画とかデッサンになってしまうんじゃないかということで、一応ペンシルであるんですけど、ペン画っていうかというと、ちょっと微妙なところがあって、今回はすみません。線外の方に回させていただきました。ペンですね。鉛筆はペンシルですけど、ペンかというとっていうところでですね、このハーフトーンみたいなのまでが本当にペンで出てたらと思ったんですが、すみません。そういったことで、今回は落とさせていただきました。こちらの作品。色もつけて、あなた空まで描いてるのにこの人落としはったわっていう感じかもしれません。空まで描いてる人いるんですよ。この黄色いところまで描いてる人いるんですよ。やばい人がいますね、世の中ね。もう嫌だわって感じかもしれません。すごく岩肌とかで、私だったらこれ岩肌にプラスアルファなんかおったぐらいに見えてきたりすると、もしかしてポンと上に行ったり、別にそこに何があったわけでもなくていいと思うんですよ。空のところになんかおるとかっていうだけでもまた印象が違うかもしれませんし、そういうところまでできていたら、多分選ばれていくんじゃないかな。すごくこれは責任を取れられていますよ。仕事自体、ペンを使って黒で書いているところっていうのはすごく責任を取られています。こうなってくると、プラスアルファの部分っていうのがもっともっと出てくると、岩肌はペンで描くにはいい題材ではと考えて描きましたということで。ペンは、桜ピグマ 0.1、0.3、0.5 ですかね。F65 はワトソン氏に描いたということで、ライン川クルーズの船から見た秋のローレライを描きましたということでございます。すみません。申し訳ございませんでした。出てきました。こちらの作品です。すみませんね。今の編集できないかもしれませんが、やっぱりこれなんかそうですね。もう勢いのある足ペン的なやつですか。何か竹ペンみたいな、中学生ぐらいの時にクロッキー書くとかっていう時に、なんか線が偶然的にできますよ、みたいな感じで書いたりする時に使ったりするような感じなんですけど、本当に今回の76作品の上位に入ってきてるのっていうのもなんかね、ここまでできるんやって多分思っていただけるんじゃないかなという気がするんですね。だからこのあたりのスケッチのポイント的なので上げさせてもらった絵というのは申し訳ございません。私じゃないですけども、私の知り合いの奈良出身の46歳になる今度中年の男が、これ残念ながらということで悪魔みたいな男がおります。残念ながら、色とかもすごい綺麗ですしね。早速カタログありがとうございましたという、カタログとかですね。300g F6 号ということでございます。そして次の作品はですね、こちらの作品です。これも落とすの、これなんかね、僕は嫌いじゃないんですよ。ちょっと漫画的な感じ、漫画でもない、松本太陽先生っていうね、ピンポンとか書かれている方の感じの雰囲気がある。これは本当に一手に対して責任を持って、すごく慎重に丁寧に一個一個書いていっているという作品なんですよ。で、このぐらいのクオリティよりもっと上になってくるような、どちらかというと本当にこれはよく書かれていて、このあたりからちょっと悩んで、2巡目あたりで申し訳ございませんということで、線外にさせていっていただいた作品だと思われますが、ちょっとずつでもなんか色が少し入ってきても面白かったのかなとか、空のところに少しなんかこの余白みたいなところに何か自分なりの何かがあってもよかったのかなとか、ちょっとそのあたりでもう一工夫ぐらいまで行くと、もっと面白くなるんじゃないかなとか、例えば私だったらば窓のところだけ、修正機の白かなんかボコ盛り上げてみるとか、何か青い色かなんかを、川じゃないのかな、なんか商店街かなんかかな、どこかのところにちょっとポンポンポンと差し込んでみるとか、そのプラスアルファのところまでできてくると、多分、面白くなると思います。浅草風景と浅草のデパートの上の階からの風景だそうですよ。すみません。携帯写真から建物の大まかな輪郭はトレースしてから写真を見ながら描きましたということで、天然語好きだった絵を始めましたが続きませんでした。チャレンジ中頑張ってください。3件とし 0.1 か 0.3 の、ミリペンを使用しておりますということです。はい、こちらの作品ですね。すみません。このあたりの作品というのはもっともっとクオリティが上がってくると思います。
ますし、水彩的なこう漢字でピュッピュッピュッと書いてあるのは何でしょうかね。こう、なかなかこう、文字がたくさんありましたので、G ペンとか墨汁、透明水彩を使っているということで、悪くない可愛らしい作品、前回も日本を応募で最初で最後のつもりでしたが、ペンも出してみましたということでしょうかね。追伸、添付している今回の絵を自分のインスタグラムに載せたいのですが、よろしいでしょうか？全然そうですよ。大丈夫ですよ。私がよくこう、著作権で言うているのは、皆さん描いてる絵に関しては、勝手に私の YouTube に上がっていても、勝手にいろんなところで宣伝したりしてもらっても結構ですよ。で、ここに載せて、公募展とかに出すというのは、順番としては多分違うというか、公募展で、例えば入選したり、入賞したりとか、落選したりとかして、私のに載せるというのはありですが、私のに載せた後に、公募展に出すのは多分ダメだと思います。っていうことを言ってるんですね。だから皆様に原則っていうか、著作権っていうのは作品はあるわけですよね。皆様に著作権はある。でも皆様が描いた絵が人の写真とかを写していたりすると、これはアウトですよっていうことですので、基本的に皆様が描いてオリジナルの作品で、私の YouTube に載せようがどこに載せようが、勝手にインスタグラム等に載せてください。で、前回もありましたけど、船外にされたということで、自分の YouTube に上げられている方もいましたので、ご自由に勝手にされてください。はい、こちらの作品、こういうやはりですね、スケッチ的な、ちょっと補彩してあるみたいな感じに見えてくるっていうのは、今回本当に申し訳ございません。船外にさせていただいた次第でございます。悪い作品じゃないと思います。すごくこう難しいものにチャレンジしていて、ちょっとパース糖質法的に狂っているところはあるように見えるんですけども、初めての投稿は初めてなのに船外にしやがる鬼っていう風に言われそうですが、これ女性の方なのかな。今日本当にいっぱい来られましたね。若い方がですね、25歳から20年、プラス30から50ぐらいかな。わからないですけどね。5年前のロンドン旅行のいうことでございます。本当水彩画っていう感じで、見たりとかしたらすごくこうチャレンジして、僕は本当これぐらいのものとかは現場で全然描きますし、こんな感じでシャシャと、ペンで描いて色ペットつけたりするっていうことはよくやります。30分とか20分しか時間ないと思って。例えば、ちょっと海外旅行行って、こうカフェがなんか入って、お茶のオープンカフェがなんかでビューって帰ってきながら、カフェですね、エスプレッソとかを飲みながらですね、ジューとかちょっと色つけたりとかっていうことをします。これが作品となるかちょっとなりきっていないというところがございます。あと、はい、残念でした。こちらの作品ですね。アイディアは面白いですか？これはですね。っていう人ですよね。いましたよね。なんか、ちょっと忘れましたけどね。パイナポ、アポペンみたいな人でしょねということで、赤い魚の方ですね。アイコンの方です。ということで、一世を風靡したペンということで、いかがでしょうか？残念。まあ別にこう気をてらったっていうか、面白いエンターテインメントをしてくださったのかわかりませんけども、めっちゃうまかったよかったんですけどね。僕やったらこうめっちゃうまく描きますね。なんかペンとかもなんか曲がってる感じしますもんね。ピシューッと緊張感持って、リンゴとかの感覚がシャーパイナポーのペンがパーちょっとペーンってなってればよかったんですけど、ちょっとなんか見ると、クオリティみたいなのが低いなっていう、もっともっと高いクオリティを持って書かれていたりすると、若干こう違ってくるのかな。なんかこう、斜め上にこう、両方上がっていってるのに、ペンも斜め上に同じ角度で上がっていってるっていうところもあんまりかっこよくないなっていう気がいたします。残念でした。次の作品です。こちらです。うわ、なんかうちのちびとあれみたいで、うわ、愛らしい絵やなーなんて思いながら、素敵やなーと思いながら落選にするというこの悪魔、鬼でございますけども、ね、可愛らしいお孫さんですよね。病室で初めて3歳のお姉ちゃんが弟に対面した時の場面ということで、ピグマの 0.1、0.3、ジェットストリームが使われているということで、水彩紙、細めということです。まあ本当にもう、このあたりはもう、の方っていうのは、すっごく丁寧に一個一個責任持たれて書いていますけど、例えば、赤ちゃんの方の布団の部分とか、ペッとかね、かすらせて書いてる部分はいいと思うんですよ。もう本当にこう、責任持って書いてあるんですよ。で、ちょこちょこちょこというあらみたいな、例えば、髪の毛の部分とかっていうのも、もっとこう、一手一手に責任を取り切ってしまったら違ってくるんじゃないかなという気がいたしますよ。
はい、やっぱ出てきましたね。これね、4枚目でしょ。やっぱりこのパターンね、これはもう自分のテーマで入れてですね、これ女性の方ですかね、爪がツヤツヤされております。自分のテーマで入れて、だいぶこう攻めたんですけども、申し訳ございませんでした。こう額縁的な、あれをね、フレームまでつけて頑張ってやられてごめんなさいね。悪魔鬼って今テレビの向こうから聞こえてきます。このパターンってね、やはり何パターンかあるかなって、エシャですけどね、エシャがなんかこういう騙し絵的なの書いてますもんね。で、それがポンと頭に浮かんできてしまうっていうこともありますので、何か別に悪いことじゃないと思うんですけども、やっぱりこのパターンっていうのはあるんだなっていう気がいたします。自分の手まで入れたのにね、残念です。すみません。悪魔、鬼、ペン画ということで何を描こうか考えていたら何も思い浮かばなかったので、何も思い浮かばない、模様を描きました。あ、そうか。手があって真っ白ということですね。もしかしたら絵画とした場合には邪道かもしれませんが、現実の自分の手を入れて写真にすることで脳内の自分を表現していますと。ペンネームマニアさん、悪いことではないと思いますが、残念ながら多分今回皆様の後半の方見ていただく多少納得していただけるかなというふうに思います。納得していただければいいんですが、次の作品、これなんかね、よく書いてあるのに、スケッチでここまでクオリティペンで書いてきてるのに、それも落とし上がる鬼悪魔、68歳でリタイアをされたということでございます。この私の動画に出会って、皆様なんか、本当ですか？何人か言われました。私の動画に救われましたとか、本当になんかずっと自宅にいて気がおかしくなりそうな時に先生の人に対する悪口がたまらなく面白かったです。ゲラゲラゲラなんていうことを言われたんですけど、よくわかりませんが、勝手にこぼてん、パイロットのカラー、3ページにわたってる。水星、インク、ワトソン6号、タワーブリッジ。人物画を点描で調整します。すみません。いっぱいありすぎて文字が読み切れませんでした。4ページにもわたりました。私のライブペイントにはよく遅刻したり、10時間後になったりするという。皆さん、ライブペイントに参加してスパチャなるものは投げ銭でしたっけ、参加して盛り上がっていますが、その方法がわからず、これだけお世話になっている先生にエールを送れなくてすみません。いや、大丈夫ですよ。パソコンと電子マネーの使い方を勉強してみます。なんか、あれですよね。コンビニかなんかになんか Amazon カード的な Google Pay とか、ああいうのを買ってもできるんですか？なんか誰かそんなことをなんかライブペイントで言ってた気がするんですけど、なんかそういうのを買ってなんか、ベリベリとなんか銀色のあれ剥がしたなんかあって、それを入れたらとか、なんかそういうのですか？僕よくわかりませんが。悪くないんですよ。本当にペンだけで書かれて、非常にいいなと思いますけど。これがもっともっと作品性を高めて持ってきている作品を皆様のぜひ見ていただけたら参考になるのかなという感じがいたします。次の作品はこちらでございます。はい、すみません。だらだら長くてね。やっぱりそうでしょ？スケッチ。これなんかほんと全部に責任が持たれてるんですけど、前の方の方がどちらかというと色とか豊かで惜しいかなっていう気がします。やっぱりこれにプラスアルファなんかいろんな色とかに、ペンの中でもチャレンジしてみても、描法なんかでも、すごく本当に定規を使って書くとこと、ハッチングみたいなんで書くとことみたいな感じがするんですけど、ちょっとクオリティとしてはまだまだ足らないなっていう気がするんです。申し訳ございません。ホワイトワトソン、サムホールということで、超簡単スケッチのコツの動画の3つのポイント何もできないんで描いてみましたということですが、あれもなんかだいぶこじつけでやってるんですけどね、聞かれたら多分こんなこと答えるんやろうなと思って、結構こじつけ的に動画って作ってるとこあるんですよ。常に自分が意識してるかっていうと、そういう場面じゃない時にも出くわすことあるじゃないですか。主役はドーンみたいな時ももちろんあるわけですから、それはそれで、それなりの絵にするんですけどもね。なんか皆様の絵を見ていたりする時に、なんかもうどこから描いてて付けていいか分かりませんっていう時は、1、2ぐらい決めていくと、意外と3、4、5って決まりますよっていう話です。ああいうのは現場とかで本当に短時間20分、30分ぐらいしか時間ない時にっていう時の対応で、今回のペン画とはちょっと違う、スケッチっていう感じですもんね。はい、次の作品こちらですね。だからこういう本当にお上手で一生懸命書いたのにクソやろーって聞こえてきそうですけど雑なんですね。自転車のとこすごいいいのにな、周りのところでシャッ置いた瞬間の場所っていうのはある程度決めるんですけども、終わり際があんまり責任がないですよ。シャッって。鬼ですね。今日は絶好調でございますね。街灯の光なんかペッ
けたーっていう感じに見えます。すいません。自転車周りのところの緊張感に比べると、周りのところ、例えば地面のところ、そこから落ちていく影のところなんていうのは、どこまで責任取れるかっていうところまで、見てあげれればいいんですけどもね、こちらなんかも、これなんかね、いろんなタッチを駆使したのにこれやろっていう声が聞こえてきそうです。ぜひですね、苦情クレームとは入賞ぐらいまで見ていただいてから、なぜ私のが落ちたんだ、仙外なんだ、と言われても勝手に公募点ということで勝手に私がなんとなく選んでいて、最終的には自分の好みで選びやがってということかもしれませんが、結局は審査員がね、複数いるっていう時は、やっぱりその、例えば何々先生が押す絵、何々先生が押す絵とかっていうことが強くなってきたりすることもあるわけじゃないですか。ね、許してください。自分のこれはいつも楽しみに見てますとまず、帽子、メガネ、腕時計を描いてみようと思いました。身近なものを描いたということですね。すみません。本当にモナリザのペン画を参考にしましたということで、第7回のペン画ね、あれ本当に竹雄のクスの絵を描いた。あれ、カットしてないから50分で描いてますもんね。あれやっぱ責任の塊みたいな絵でしょ？端からうーって寄せていくっていうね、絵なんですけども、50分間の絵です。こちらの作品ね、今回初めの方にあった昭和の感じですね。これもそうですか？亡きおばの昭和初期の白黒写真が見つかり懐かしくて、なりを描きましたということで、本当なんかね、茶色かなんかのセピアかなんか、もしかして水彩でもいいかもしれませんし、何かちょっと補彩されてるだけでも違ったかもしれませんし、でもやっぱり、これ以上のクオリティのものを持ち上げてくるということが、私は本当に写真というものを描きますね。で、ちょっと古びた感じみたいなところまで描いてあげたりとか、それが壁に画鋲かなんかでくっついてて、それが影が落ちているとか、なんかフォトフレームに入っていて、どうちゃらこうちゃらとか、なんかそのぐらいまで書いてあったりすると、面白くなるかもしれないなという気がいたします。いいですよね、本当にこのヘアスタイルなんていうのもなかなか素晴らしい。うちのチビもこんな髪型したろうかな思ってるんですけど、ズバーンとね、いう感じがするんですけども、人間の女の子の方の足がちゃんと曲がって前にあるという雰囲気まで出てくるといいですね。はい。真面目なこと言いました。こちらの作品もすみません。申し訳ございません。おそらくこれは色鉛筆が中心なのかなと思ったんですね。ステッチにジェルペンを使用。B4 画用紙に色鉛筆ということで、これは色鉛筆画になってしまうかなということで、すみません。この方もね、よくコメントくださる方ですね。残念でございました。ほら、忖度ないでしょ。魚の方もここにいますし、コメントくれる方も、ね、ひどいでしょ。僕は本当に悪魔みたいな人間。その辺はね、僕は公募展の審査とかで、私の学生とか教え子がわーっと賞を取った時に小木曽くんのなんか忖度じゃないかみたいな言われたことあって、もうめちゃくちゃムカついたんで、いや本当にそれ以来というか、もう自分の学生とかの出してる審査とか基本的にあんま携わりたくないというか、もう絶対手とか上げない。ハンディキャップや10人いて1票なくなるぞぐらいの感じでやってたこととかもあるんですよ。これだったらどっちかっていうと色鉛筆画じゃないでしょうか。ね、すみません。で、こちらの作品。これはちょっとヒントとして面白いですよね。夕食の下地に白いペンで描いたというところなんていうのは悪くないなという気がいたします。先生の動画に力をつけられ、充実や希望、時には笑い等を与えていただいていることに感謝、勇気を振り絞って、ぜひぜひ次の顔なんていうのも出されたらいいと思うんです。皆さんいいですよ。この1分間、2分間ぐらいね、名前まで言われていたら結構きついでしょうけど、名前言いませんのでね、赤い魚の方とかその程度しか言いませんので、ぜひ遠慮なく皆様送られてみてください。今回75枚プラス1、76枚ぐらいです。ちょうど僕もいいかなと思ったんですけど、なかなかやっぱり忙しくて、撮影できませんのでですね、シャッ、シャッ、シャッです。無音になりましたね。っていう責任感みたいなのがもっと出てくると、この方なんかはぜひですね、夕食のものに、白と黒で書いてある昔のデッサンとか素描とかもあるんですね。で、ペンとかを使っている。昔なんかもっともっと不便な時代とかっていうのもあったりしたわけじゃないですか。でそれでも白チョークかなんかで書いている線とかがすごい責任持たれているんですよ。レオナルドの時代とか、あたりからこういった夕食のものにハイライトと暗い色で書いていくというデッサンっていうのがありまして、ぜひクオリティをもっともっと上げられて、ぜひ頑張られてみてください。
こちらの作品。これなんかね、惜しいですよね。あ、これ落としやがったかって感じかもしれません。キャタピラの部分と本当にこの真ん中あたりのこう機械の部分なんていうのは悪くないと思うんですよ。そこにもっとフォーカス当ててもよかったんちゃうかなとか、後ろの方のこの横の線というところまで、丁寧に書いてあるんですけどね、何かプラスアルファもうちょっとあればな。もうすっごい短い。ペン画を初めての挑戦です。廃棄されたショベルカーを題材に以上っていう、このね、私が一番ありがたいタイプなんですけども、本当にこうなんかプラスアルファ、特に上の方の上層の方っていうのが画面として奥のところのこの山並みか何か田んぼかなんかわからないですけど、この辺りまでが何かこう作品として、参画してくるか、逆にもっともっとショベルカーあたりにぐーっと絞っていって、これ何やあ、ショベルカーかぐらいの見え方とかをしてきてもよかったのかなという気がします。多分これ書かれていて面白かったんじゃないですか。なんか絵を見るとそんな感じが十分にいたします。こちらの作品、ね、いろんな色のペン使ったのになーっていう感じですね。で、こう本当にこれぐらい色をいっぱい使われて、今の本当に彼岸花の季節で、現場で描かれたか写真で描かれたかわかりませんけども、県都市に彼岸花を描きましたということで、23日5時間かけて描きましたと。桜の根元のアジサイと彼岸花を描きましたということでございます。今回も入選できればとても嬉しいです。残念でございます。忖度はいたしませんので、なんかサークルの展覧会があるということです。雑ですね。雑。先ほどのショベルカーの方は丁寧なんですけど、何か奥がもったいないとかね、この男はどこまで何を求めているんだっていうね、ひどい男でございますよね。特にこれ書いてありました。どっかね、落ち葉も表現できたと思いますが、なんか書いてあったような気がするんですね。これか。落ち葉は省略すればよかったと後悔しています。そうですね。落ち葉のところがすごく雑に見えますね。彼岸花の下のところでしょうね。そのあたりとか、っていうのが、どういうふうにこう処理できたかな。本当に入賞の作品見ると、少し皆様ご納得いただけるんじゃないかなという気がいたします。こちらの作品、すみません。40枚もこの野郎って感じかもしれませんが。牡蠣とブドウ、本当に今の、時期にいいもので、丁寧に透明水彩とかで書かれていて、額縁かなんかにピタッと収まっていたら、素敵な作品ね、という風になるんじゃないかなという気がいたします。が、やっぱりこれは水彩画のくくりに入ってしまうんじゃないかなという気がするんですね。申し訳ございません。水性ペンで線描したものにコピック用の黒インクを水で薄めて、その上から水彩で着色しましたが、とてもペン画とは言い難い単純な絵になりましたとか言われましたね。私に同じことね。ぜひぜひ頑張っていろんなものも参考に勉強されてみてください。こちらの作品です。こういうちょっと気をてらった系の何ですかこれは、唐辛子ですか何かをこう書いていて、ベタっと塗ってあるのはアクリル絵の具かなんかでしょうか。第1回について今回も、第1回もそうでしたね、何かね。ペン画は左手で描きました。利き手でない方で描いたということで、この方は、誰でしたっけね、椎名町の方ですね。ということで、悪い作品じゃないと思うんですが、ちょっとこう、ペンという特性をどこまでこう熟知して書いていくかってなってくると、ちょっとこう、入賞の作品とかから比べると、要は後半にこの辺っていうのは、やっぱりもう3巡目ぐらいで、やっぱりこのあたりはペン画としては弱いかなっていうので、落としていったということがあります。で、こちらの作品です。ね、こういう風にシンプルにベタ塗りと線描とっていうことですごくシンプルに画面のコンポジションとしてはすごくいい配色をされているなという気がするんですね。で、このあたりの作品の方というのはですね、ぜひぜひ参考に皆さんの絵を参考にされてみるとすごく勉強になると思いますよ。こんなのがあったんだっていう風にご挨拶、2人の赤ちゃん誕生おめでとうございますと、ありがとうございますということでございます。ということで、あと1枚ぐらいかな。あまりこう作品1枚1枚の触れていってないのは、やっぱりこう多分、入賞みたいなのを見たら、
ちょっと足らないな。いや、俺のが上回ってるよと思われる方もいるかもしれませんけども、ちょっとこの辺のアイデアの面白さっていうのを、もしかして自分には欠けていたなとか、これぐらいのクオリティ持ってくるんだなとかっていうことに、気づいていただけたらと思います。こちらの作品も申し訳ございません。ね、こういう本当に偶然的な線を否定しているわけじゃないです。僕すごい好きで、本当にもう何度も言います。池田正夫さんの絵とか見られたらいいと思います。あれぐらいなんかですね、ギギギペタ塗りみたいなぐらいの潔さで来られたら多分、これはっていう風に言ったと思うんです。どうしても水彩の補彩的な扱いに見えてきてしまっている。もちろん書かれているものが、これは奈良の2月堂って書いてありましたけども、いうことなので、そのあたりが割り箸ペンと透明水彩で描きました。やっぱ透明水彩のペンで、ちょっと補彩しているっていうような感じに見えているということが、落選という、落選じゃない、仙外ですか。落選と言ったら怒られましたんで、仙外、仙に選ばれなかった。もう似たようなことかなと思いながら、私はちょっとその辺の言葉をよく知らない人間なので、仙外という風にさせていただきました。その辺の線引きはやはりですね、した方が面白いじゃないですか。で、要は僕は鬼好評というのをダラダラ続けてきた理由っていうのは、なんか今日も福岡の方から10人ぐらいで皆さんキャッキャキャッキャしながら、何々上手ね、何々上手ねって多分言い合ってはるんやろな、なんていうふうに思いながら、心で私の方が上手やよ。私の方が全然いいわ、みたいなふうに心で思ってることが私ポロッと出てきたと。じゃあそれをもっともっと発展させていったときに、こういうふうにもう半分ぐらいズバーンということで、するということで、一応1000に選ばれなかった、落としたということで、選ぶことを落とした1000外、まあいいや。ということで、40枚の方、大変、申し訳ございませんでした。ぜひですね、懲りずにですね、私が、とか驚くような、顔というテーマで皆様も遠慮なく、もちろんそれ、画材に関して自由なんで、ペンというものを使って、ペン画のリベンジをされてももちろん結構なわけですよ。ちょっとだけヒント言っときましょうか。僕顔に関して何か、ヒントがあるとすれば、何か最後言っときますけど、これが展覧会会場です。わかります？ここのおじさんが、いるんですが、ここが展覧会会場です。そこに顔、さあ、ここが僕多分ヒントになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、顔というものを2021年10月、これ言っとかないとですね、後々から送ってくる人いるんですよ。だからしつこく2021年10月の29日の金曜日の18時から23時59分の間に、画材とか、画材とか、紙とか自由です。で、顔。で、喜怒哀楽。例えば、喜んでいるとか、怒っているとか、喜んでいると怒っているとか、全部とか、なんかいろいろ複合してもいいし、とにかく顔やったら何でもいいと思ってます。それは別に言わん方がいいかな。人じゃなくてもいいですよっていうことですもんね。それもちろん人でも、ただ僕は多分選ばれていくのはここを展覧会会場と思えた人間が強いんじゃないかなという私勝手な思いがあります。一応、次回は、入選編、そして入賞編、入選編が26枚、入賞編が12枚、違うかな間違えたかすいません。ぐらいだと思います。24枚と12枚かな。ぜひお楽しみください。ではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。